そうでその方向で考えちゃうと結構ややこしくなるっていうか、なんかそっかこっちの方向だよな切り返しとかって考えちゃうじゃないですか。だから切り返す方向をちょっと考えないで済むやつをやっていいですか。お願いします。そうすると一番すごい簡単にやるのが、ノブさんの僕はバックスイングをちょっと真似するっていうか、イメージして動かしますよ。その時に僕が手だけ離します。こうノブさんのバックスイングプッとします。その時に僕手離します。要はここで実はノブさんバックスイング手離したらもうめちゃくちゃ勢いであんな飛んでくるんです。でもほとんどの人がそれあんま気づいてなくて、ほとんど抑えてるんです。どういうことかって言ったら、クラブはこう一度動き出したら、一度パッて動かしてあげたらクラブは動き続けるんです。離したらあんな飛んでくるぐらいってことじゃないですか。でこれ慣性力、すごい簡単に言うと、慣性力がこう働いてて、でそれをノブさんの場合は一回ちゃんと脳内でトップポジションここだっていうのがあるから、しっかり抑えてるんですよ。抑えてもう一度打ちいってる状態です。ああ、そうです。そうだから結構それって仕事としてはちょっと多いんですよ。でこれが結構ちょっと待ってください。よりインパクトバックだ。より効率よくするために今日いきます。そうするとこれを物を叩くときに今これをこう叩くってやつやったら、ノブさんの動作はうーってやってで一度止めて、でこれが多分前はこうだったんですけど、体使ってこうやってたんですけど、今ちょっとこう溜めようとしてるから、こういう状態です。止まってこういう感じです。そう。でもこれこういう叩き大会があったら、シンプルにこれ一番楽じゃないですか。そうですね。そう。これ何かって言ったら、クラブが動いてる最中に引き戻す。そう。これ何かって言ったら、クラブが動いてる最中に引き戻す。そうノブさんそれやってください。そう上下で考えたら片手一本でこれが今のノブさんのトップっていうのはうって決めた。で僕に言われたからこういう感じでバッてやってるんですね。でもこれ上がってる最中にどうですか、クラブが動いてる自分の方向に向いてる最中に引いちゃっていいですか。引き戻す。要はクラブ感性と逆の方向に引くって引き戻すと、そう、この方が楽じゃないですか。楽です。そう楽かつ安定するんですよ。なるほど。そうでこれがゴルフの場合はちょっとただ方向がこっちになってるだけで、そうするとこれが慣性力を殺してない状態です。なるほど。使ってる感じ。そうこれをノブさんで横でいきますよ。軽くいきますよ。クラブが動いてる最中に戻す。動いてる最中に戻す。これがノブさん引いてっていう。引いてで手の中で感じやすいんですよ。感じやすい。でもこれを一度全部このバックスイングでクラブがあんな飛んでくぐらいのエネルギーを全部実はこの手の中で吸収して止めてから行くっていうのはちょっとやること多くなって違うもんな。そうちょっと違うじゃないですか。もうダフりましたもんね。そうするとノブさんこれって引き戻してるだけじゃないですか。だから実はどこに上げても別に関係ないです。僕よくレッスンでバックスイングがどうでもいいってちょっと言っちゃうんですけど、例えばここにわざとここに上げたところで、引き戻したらどうですか。シャローイングだ。シャローイングになるじゃないですか。ちょっと見てもらっていいですか。これが例えばここに上げても引き戻したらここに行きます。でインサイドこう上げても引き戻したら普通にタイガーとかみたいにこうまっすぐ上げても引き戻したらいいんですよ。そうだからどこに上げても引き戻すっていう、要はこのクラブの慣性力を生かしたままこのクラブが行く方向と逆に追加かけて力をかけてあげると超シンプルで戻るんで、そうするとそれちょっとなんか、いいですか。まあチャーシュー麺じゃないけど、チャーシューで貯めて、麺ですね。チャーシューで貯めて麺って言うじゃないですか。このチャーシューのとこは止まってないんですか。止まってないんですよ。あれが今の見ててください。ここなんですよ。これ僕行き別れって言うんです。チャーシュー麺のシューは行き別れって呼んでるんですけど、クラブが行き別れって勝手に僕が作ったんですけど、クラブが行ってるところをこう戻す。そうするとどうですか。間合いが見えません。間合いがちょっと間ができるんですよ。そう
だからこの動きっていうのはほとんどのツアー選手たちが活用している状態です。でもアマチュアの方は結構要は例えばレッスンとかでポジショニングで考えると、もっとここだよここだよって言われると、もうそこを作って手の中でそのポジションを作るんですよ。そうするとクラブは静止するんですよ。一度します、刺してます、刺してますよね。そうだからもうクラブは止めちゃダメなんです。一度動き出したら動かし続けるんです。嘘で。じゃあ何あれレッスンの雑誌とか書いてましたよ。ここで一回ゆっくり上げて、ポジショニング作ってこう振り出す。それをクラブが動いてる最中に戻しちゃう。もう一個いいですか。すみません、質問ばっかり。こうじゃないですか。そう今のなんですか。それ日によってはなんかトップポジションが決まってないから、なんかこの辺で切り返したりする日もあれば、この辺まで行く日がそれであっていいです。いいです。そう、なぜならば同じところに戻るから。そうであくまでさっき言ったように目的はボールを捉えていくことで、そうここのインパクトゾーンが長ければいいんで。なるほど。いいんですか、それは。だからどんどん上手くなっていくやりながら、これが一番シンプルに上げやすいなとかっていうのはどんどんいいです。どうでもいいこととどうでもよくないことがあるんですよ、スイングで。でも結構どうでもいいことっていうのは例えば前時言ったかもしれないですけど、ノブさんがテレビ見てて PGA ツアー見てて、LPGA 見て、こういうグリップの人もいるし、こういうグリップの人もいるじゃないですか。でバックスイング人にとってもこういうふうに上げてる GG みたいにこうやって上げてる選手もいるし、例えばちょっとこう上げる選手もいるわけですよ、PGA とかになると。ってことはどっちも強いじゃないですか。どっちも上手い人がいる動作っていうのはどうでもいい。要は個性があっていいってことです。なるほど。でも今度ダウンスイングでノブさんが PGA 見ててダウンスイングでいなくないですか。なるほど。いないでしょ。いない。そうだからそれってどういうことかさ、物を叩くっていうシンプルなアクションをしてない人はいないってことです。ここはどうでもよくないっすね。そうここからそうです。でもこれもポジションじゃなくて、このゴルフクラブっていう同変重心の物体を扱っていく上で、例えばこれを遠くに投げるぞ選手権で、これいないです。こっちいるんですよ。それめっちゃ分かりやすいですよね。僕も前聞きました。だから本当に釣り竿はこう投げますもんね。それで釣り竿をこう投げないじゃないですか。でノブさんかつ今の話いくと、釣り竿をこっちに行ってる時に戻すと楽じゃないですか。そうだから今日は止めないじゃないですか。止めないじゃないですか。そう止めたらバッていっちゃうし、こうですもんね。そうゴルフスイングって分かってくるとあんまりゴルフ用の動きじゃないんですよ。だからなんかもともとノブさんの中にある動きだ。ちょっとこれ今の多分これ生き別れ、ちょっと僕とノブさんの共通言語で生き別れをちょっと作りましょう。本当にマスターしよう。そう上げてる最中に戻す。そうこれちょっとノブさん見てもらっていいですか。これです今素晴らしいじゃないですか。こういうダウンになるんですよ。これそうこんだけなるでしょ。すごいでしょこれ。そうこれ素晴らしい素晴らしいじゃないですか。なんでボールじゃなかったらできるんだろう。そうだけどこれ多分負荷も関係するんですよ。切り返しで。そうでこれちょっと見てもらうと分かるんですけど、ここでちょっと見てもらいたいのがこう、ゴルファーの仕事、ゴルファーの仕事はアドレスの時はクラブはちょっと下から支えているっていうのがあるんですけど、動いてないじゃないですか。そしたらまずこうやってこれ2次元ですけどノブさんが引っ張るじゃないですか。そうだからクラブはグリップで握ってるから、ワンテンポついてきますよね。これ別にワンテンポこれちゃんと引いてるからなんですよ。でさっきやったみたいにここでもしノブさんが手を離したら、クラブはもうこれバーン飛んでいくわけです。飛んでいきますね。でも握ってるから、ここを中心に円運動起きてるんで、今度だんだんクラブはどうですか。こっち向かいます。こっちに行きますね。自然に向かってますよね。生かそうとしてないけど生かしてない。そう完成力でいってますね。でもこの時に僕はノブさんにこのクラブを止めるなって言ってるから、ノブさんはこっちにクラブが向かってる最中に手の中で自分でギュッと逆に引き戻す力が入ってるんです。それが見てください。これがいわゆる間です。生き別れ。チャーシュー麺のチャーシューっていうシューのところ。そうこの間合いが一番大事になってくるんです。本当だ、止めてないわ。でこれぐらい面白いのがクラブが遅れてくるとさっきのノブさんの初めのスイングと違くて、体のノブさんの体の左サイドが
回り出してるのカチカチじゃないですね。そうどいてくれるんですよ。本当だ。そうでこの左サイドが毒っていうのがこの円弧を形成する上ですごい大事になってくるんです。左サイドが毒。左サイドが毒っていうのはこっちがいわゆる悪い意味での左の壁みたいなのがこうやってあると、いくらここで切り返ししっかり行き分かれ作っても、行き場所はどこですか？こっちしかなくないですか？そう壁があったら極端に壁があったらこっちしかないじゃないですか。だから面白いのが上級者になってくるとミスの円弧っていうのはインアウトなんですよ大体。インからアウト。アウトです。だから結構みんなこう切り返しがここがしっかりできてきたら、あとはみんなこっちに左に振り抜くことを練習してるわけですよ。みんな PGA とかで。そういやいわゆるイントゥインですよね。イントゥイン。そうイントゥインだったら全部引っ掛けそうですよね。そうって思うんですよね。そうでもだんだんここが多分こっちが溜まってくるとフェースがちゃんと開いてくるんで。あ、ちょっといいです。もう一個いいですか？はい、もちろん。